これでテガジューンロボットモードになります。これでテガジューン&テガソード&武器余剰なし全合体になります。こんにちは。陸王様を深掘る回が早く見たいスタルケルです。今回レビューするのはこちらです。デラックステガジューンとリングハンターガリュードのソフビとデラックス戦隊リングセットカーレンジャー&キラメイジャーです。それでは見ていきましょう。ということで今日ね、この50ジャー関連の商品が3つ発売しましたので、この動画で全てね紹介していきたいと思います。いや、ついに来たね。テガジューンが楽しみにしてました。はい、ということでね、もう早速ちょっと中身見ちゃおうかな。はい、いやー、クオンがね、もうめちゃくちゃなんと言いますか、こう湿度の高い素晴らしい演技をねされていてもうあれハマっちゃいますね。お前は俺の獲物だ。あれいいね。さて、うわー、あれだ、50ジャーの時のテガソードと多分同じやつかな、箱。それに無理やり詰め込んでんのかなこれなるほど。じゃあこれをちょっと面白いな。はい、うわ、結構大きいぞこれ。すごいね。はい、すごっ。なるほどね。はいはいはい。そしてこれはあれですね。これも後で開けていきましょうか。はい、それでは早速中身取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。はい、それではまずはこちらガリュードのね見た目から見ていきましょう。はい、こんな感じで、しっかりね、はい、この赤、シルバー、そしてこの目の金で、若干目のブルーもなんか見えるっちゃ見えますね。で、この右手のテガジューンもね造形されております。この下の方の突起は造形されてないですね。多分このソフビの成形的にこっちにやったら多分型抜けなくなっちゃうからとか、そういう問題かな。はい、で、これくっついてるね、ここ。面白い。ここくっつけられてますね。なるほど。はい、じゃあこの50ウルフと並べるとこんな感じになっております。兄弟だね。はい、こうやって兄弟で並べることができると。いいね。いや、結構細かいですね、造形も塗装も。はい、それではこちらのテガジューンね見ていきましょう。最初この状態で入ってるので、ちょっとね変形させていきます。まずこれ外して、腕をちょっとね、はい、こっちですね。だからこうか、こっち向きに変えてあげて、でここにセットするんだけど、その前に一旦このパーツを、はい、変形させて、こうか。はい、この銃がねある方を伸ばしてあげて、でこの下からここにカチッとはめてあげると、これでロックできますと。で、こっちに指を取り付けてあげれば、はい、これでテガジューンになります。いや、これね、ここの部分のおかげでめちゃくちゃ大きいね。こんな感じで。はい、それではこちらテガソードと並べるとこんな感じになっております。はい、ほぼほぼね、ここの部分、手の部分は同じなんですけれども、このソードが、これはね、銃になってて、しかもこっちが銃でこっちがなんか下に伸びてる部分っていう感じになってるので、だいぶテガソードとは違いますよね。真っ白になってるしねっていう感じで、あれですね、50ポーラー発表されましたけど、あれがグーデバーンでグーなんですよね。でテガソードがおそらくパーで、このテガジューンが、諸説あるんですけれども、
多分チョキなんじゃないかなと。昔のチョキね。今のチョキこれですけど、昔のチョキこれだったんだよね。うん。で、さすがにチョキのために新しいこういう手を造形するよりも、こういう見せ方でチョキっぽく見せてるじゃないかなと。なので、また次新たなチョキが出てくることはないんじゃないかなと個人的には思ってますね。これ昔のチョキとしてね、やってんじゃないかなと。なんかもう本当はこのパーだったけど、ここが伸びてるおかげでちょっとこう見えるじゃないですか、長さ的に。これ面白いよね。うん。もううまいリレコの仕方してますよね。はい。まあということで、じゃあ早速音声聞いていきましょう。ここスイッチ入れます。私は欲する指輪と我が婿。いいね。ゆかなさんのね声で鳴りますね、音。あとこれ叩くと音鳴ります。こんな感じで。で、このゆかなさんといえば僕の知ってる作品だと、2人はプリキュアのキュアホワイトとか、ブリーチの小鉄イサネとか、あと、インフィニットストラトスのセシリア・オルコットとかかな。うん。で、あとは特撮で言うと仮面ライダーオーズのメズールとか、ゴセイジャーの女王蜂のイリアとかって感じですかね。はい。いや、めっちゃかっこいいんだよね。はい。って感じで、ここ押すと、はい。で、また最初の、やつに、音声に戻ります。3種類ね、喋りますと。で、あとは長押しで、私は欲する指輪と我が婿。この状態はあれだ、長押しないんだね。はい。で、こちら指輪ですね。はい。こんな感じになっております。で、これ大きい方の指輪もついてるので、選べますね。で、これにさせるのは小さい方の指輪だけなので、まあ、小さい方の指輪にねしてますけれども、じゃあちょっとこれさしていきましょうか。エンゲージ。はい。これで、ガリュードに変身できましたと。いや、これさ、劇中で聞いてるとき気づかなかったけど、最初デスボイスみたいな声鳴るんだね。いや、で、このピアノがまたなんかおしゃれで切なくて、いいんだよね。はい。って感じで、この状態で、ここをボタンを押すと、銃撃音。で、長押しで、はい、ここが赤とオレンジに光って強化銃撃音が鳴るって感じになります。いいね、やっぱ音声がいいんだよね、これ。じゃあ外します。はい。で、ここに、じゃあちょっとね、他の戦隊リングね、つけていきましょう。せっかくなんで今回ね、同時発売したキラメイジャーつけていきましょうか。いきます。あ、こんな感じだったっけ？キラメイジャーって言うんだね。お、いいね。発音いいですね。はい。で、僕が気になっているのが、こちら、劇中でやってないですよね。この、50ウルフのリングとか、50ジャー側のリングね。はい。をつけるとどうなるのかいきましょう。50ジャーって言ったってことはもしかしたらあれか、この50レオンとかでも50ジャーっていう同じボイスがなるかもしれませんね。なるほど。
じゃあ、これはどうでしょうか。はい。このテガソードレッドの顔、いきましょう。50ウルフ。なんか変わったぞ。ウルフ・デカリバー・ファイヤーって言ったね。あれもしかして、なんか、まだね、土曜日だからわかんないんですけど、予告でこのウルフ・デカリバーの黒と紫みたいな色のやつが出てたから、もしかしたらその音声なのかな。ちょっと他のやつもやってみるか。もしかしたらレオンバスター GO もなるかもしれないね。お？あ、使えるんだ。じゃあもしかしたら、まあ劇中で、こう、武器奪って使うみたいな展開も今後あるのかもしれないですね。てか、ちゃんと個別認識してるのやっぱすごいね。素晴らしいね。はい。まあ、っていう感じで、この戦隊リング遊びもできますよと。はい。いう感じですね。それでは、これね、ロボットモードに変形させていきましょう。で、変形させるときに、まあ、ほぼほぼ、あれですね、テガソードと同じです。で、ここをね、開いたら、もう、変形の待機音みたいなの始まっちゃうんで、まあ、急ぐんですけど、まあ、基本的に本当一緒ですね。一緒です。変形の仕方はテガソードと。じゃあ、行きます。で、ここ開いて、肩、腕を下ろす。で、武器出して、回転、肩。で、ここ、外して、下ろす。下ろす。で、後ろ畳む。はい。で、これをセット。これでテガジューンロボットモードになります。やっぱ音声が本当にいい。めちゃくちゃかっこいい。でね、テガジューン様のほら、ちょっと顔を見てください。ほら、めちゃくちゃ綺麗だよね。しかもこのちょっと、なんかパールホワイトみたいなさ、この成型色がめちゃくちゃ綺麗なんだよね。で、これわかるかな？これカメラだとちょっとわかんないかもしれないですけど、肉眼だとね、なんかね、この軟質の部分、ここ軟質なんですけど、若干、いや本当に若干なんだけど、黄色っぽいんだよね。こっちは青っぽい白なんだけど、なんかね、軟質の部分が若干黄色っぽい光り方をしてるんだよね。反射の問題なのかな？なんか若干黄色っぽいんだよね。もう応変が始まってるのかとね、ちょっとヒヤヒヤしますけれども。なんなんだろうね、これ。はい。まあ、っていう感じで、いや、このさ、左右非対称のデザイン、めちゃくちゃかっこいいです。ね。このバツがさ、1、2、3、4、5と。はい。バツが5個。はい。バツってあれで10っていう意味もありますから。だから、バツが5個で50みたいな、ね、感じなんでしょうかということで。この背中のこれもね、大きくて、めっちゃ迫力あるんだよね。はい。ということで、テガソードと並べると、こんな感じになっております。はい。テガソード結構スッキリしてるんだけど、やっぱこの後ろの、これのおかげで、だいぶ印象も変わるし、あと全部白で統一されてるから、そこもね、全く印象が変わって面白いよね。はい。まあ、てな感じで、これのね、またここ押すと、はい、攻撃音が鳴ります。で、長押しで必殺技。はい。って感じで、はい、必殺技することができます。この顔をさ、ちょっとこれ変えることできるよね。ちょっとやってみるか。
音声は変わらないと。ただ、顔をね、他のロボットの顔に変えることができるって感じですね。なんかこれもこれでかっこいいけどね。面白いね。なるほど。はい、ちょっと一旦切りますけど。はい、こんな感じで。で、今回やっていくのが、はい、こちらです。はい。こちらの、ウルフデカリバー GO とか、他の武器と合体できるのかとか、もしいけるんならこちら、テガソードとの合体とかまでいけたらいいなと思っております。テガソードと同じ型だから、難しそうではあるんだけど、じゃあちょっとやっていきましょう。ウルフデカリバー GO はさ、いけそうだよね。はい。ちょっとこれ、音声鳴らすか。でも鳴るか、これ。はい。外したら鳴るんだよな。はい。で、これを上につけて、はい。いけるね。で、押すと、はい。これで、テガジューンデカクローになります。もしかしたら劇中でね、この赤じゃなくて黒い方のね、ウルフデカリバー GO でテガジューンが武装されることが出てくるかもしれませんね。はい。いや、これできるの嬉しいよね。やっぱり、テガソードとほぼ同じですから。これができるってことは他のやつもね、できますよね。はい。ちょっと一旦、これ戻しまして、はい。で、じゃあ次は、誰やろっかな。ちょっとユニコーンドリル GO とか行くか。なんか、普通にユニコーンドリル GO 行きましょう。これを外して、で、これを後ろにセットして、で、取り付けると。そして、これをシールドとして、あるね、ここの穴に引っ掛けて、手に持たせてあげれば、はい。これで、テガジューンブラックになります。いいね。いや、これできるの素晴らしいね。だから、もう、この武器ね、持ってる人は、こうやっていろいろ合体させて遊ぶことができると。はい。いうことですね。じゃあ、さらに、デラックスロボユニバースね、持ってる人とかは、こうやって腕ね、乾燥させて、こうやって遊ぶこともできますので、今回白い腕がこのガオタイガーしかいないんで、これにしますけど、こうやって腕変えて遊ぶこととかもできます。はい。じゃあ、ちょっとテガソードとの合体なんかやりたいよね。できないのかな、なんか。腕を交換するとかはできるよね。あと、そっか、これ、下半身が外れるから、下半身を交換するとか、できるんじゃない？いけるね。いけるけど、やったところでって感じするな。ちょっとできるんでやってみるか。はい。これも使えればいいんだけどな。どっかにくっつけばいいんだけど、難しいよな。はい。こうやってくっつけて、で、普通にこれは、こうやって後ろにくっつけることもできると。はい。で、待って、これもしかしてさ、この、待って、上の部分に、これを、こうやってさ、無理だうわー、今一瞬でもいけるって思っちゃったな。無理か、さすがに。ぶつかるわ。うわー、いけるって思ったのに。こっち？もしかして。ちょっと一旦これ外すか。これは、反対側でもさすがに無理だね。これはね、さすがに、無理でしょう。ということで、ちょっと何かしらで合体できないかな。なんか、こうやってさ、でっかい腕にするとかさ、ちょっとでかすぎるな。はい。どっかジョイント使えたりしないかな。ちょっ
ことここのジョイントとかね、合わないか、さすがに。まあしょうがないでしょうって感じで、じゃあちょっとオリジナル合体やってみるか。これでテガジューン&テガソード&武器余剰なし全合体になります。いや、すごいのだけれども結構無理してるんだよね、これ。テガジューンとテガソード合体するジョイントがないんで、もう後ろに立てかけてる感じになります、これ。そして他のパーツももう結構上に乗っけてるだけとかありますね。これも引っ掛けてるだけだし。なんですけど、もうほぼほぼテガソードと同じジョイントなので、こうやっていろいろね、武器とかと合体させることはできるって感じですね。いや、これがグーデバーン出た時に、グーデバーンはテガソードと合体できるから、ってことはグーデバーンとこのテガジューンも合体できると思うんですけど、グーデバーン、テガソード、テガジューンの3体合体とかないか。なんかない気がするな。それがもしできたら嬉しいって感じですよね。あと、武器もなんか全合体とか、何かしらがあれば嬉しいんですけど、作品的にね、ちょっとそういうみんなで合体して力を合わせてみたいな感じの作品ではないので、50ジャーは。全合体ではないのかもしれませんね、今年は。それでは最後戦隊リング見ていきましょう。今回はカーレンジャーとキラメイジャーですね。で、この車つながりといえばこちらのね、食玩だったかな、これ。ゴーオンジャーもね、以前発売されてました。あとは、ターボレンジャーかな。ターボレンジャーがまだ多分来てないと思いますけれども。はい。じゃあまずこちら、カーレンジャーから見ていきましょう。カーレンジャーは、スーパー戦隊第20作目ですね。この戦隊リング番号も20になっております。で、このビークルなんだと思って、レッドビークルでもないし、V ファイヤーでもないし、ギガフォーミュラーでもないし、これなんだって思ったら、エンディングの天国サンバのなんかみんなでレースするやつのビークルなんだよね。そこから持ってくるかと思って、エンディングめっちゃいい曲なんで、なんか頭にねすごい残る。皆様お疲れサンバの曲のビークルを持ってきてるっていう。おもろいね。はい、そしてレッドレーサーがはいここに映ってます。ね、暴走レッドレーサーとか出ましたけれども、50ジャーでは。で、回転させると、はい、こんな感じで、はい、天国サンバのね、他のみんなのね、このビークルが出てくるって感じになってます。面白いね。こんな感じで。はい、そして、こちら、キラメイジャーですね。はい、キラメイジャーは、こちら、スーパー戦隊としては第44作品目なんですけど、はい、この戦隊リング番号は45ですね。ルパンレンジャー、パトレンジャーで1個ずれてるので。はい。で、これ、マシンファイヤーですね。消防車型の。で、キラメイレッド映っております。で、回転させると、はい、こんな感じでキラメイストーンですね。みんな映っておりますね。はい。こんな感じでなっております。はい。それでは、音声聞いていきましょう。これは電源入ってますね。じゃあ、まずはカーレンジャーから。カーレンジャー何色だろう。いや、ほんと赤しか思い浮かばないな。カーレンジャーは。はい、行きましょう。オレンジ。じゃあ必殺技。こんな感じです。じゃあ次、キラメイジャー。キラメイジャーは、キラキラしてるから黄色とかね。もしかしたら宝石とかで青とかあるかもしれませんね。水色か。はい、車の音ですね。じゃあ必殺技。
いいね。はい。戦隊リングはこんな感じです。ということで、今回のデラックステガジューンとガリュードのソフビと戦隊リングセットのレビューいかがだったでしょうか？いや、これ実際ね、触ってみて結構大きくて迫力ありましたし、白で統一されてるのもかっこいいし、何より音声が良かったね。うん。テガソードのなんか元気、かっこいい系とは違って、なんか静かで落ち着いてるんだけど、なんか神秘的な、なんかちょっとこう不思議な、音。あれがめっちゃ良かったね。はい。っていうのと、いろいろね、戦隊リングね、と連動したり、武器とね、連動させて合体させたりもできますので、いろいろ遊びごたあるなと思いました。で、この戦隊リングもね、テガソードでも遊べるし、このね、テガジュにもつけられるし、ってことで、はい。あとで、最近で発表されたテガソードじゃない、戦隊リングケースみたいな、あれもね、発売されますので、やっとね、それに収納できるかなと思いますのでね、これからもたくさんね、戦隊リング集めていきたいなと思っております。ということで皆さんも何かコメントあったらよろしくお願いします。テガジュン様美しいとかね、なんかこのテレビのね、ストーリーでもいいのでね、テガジュンの活躍早く見たいとか、かっこよかったとか、もう何でもいいのでコメントしてみてください。買ったよとかね、買えなかったよとか何でもいいのでコメントしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、X、TikTok、Instagram のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたり限定動画見れます。あとグッズも発売してますのでよかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。